もし親しくしているその人がペットに人肉を与えていたら。2015年11月26日、舞台はアメリカミズーリ州、噴水の街とも呼ばれる都市カンザスシティ。その日、郊外のとある一軒家の豚小屋を訪れた警察官は顔を押さえながらつぶやきました。鼻が曲がりそうだ。豚小屋の中には豚の糞や食べ物の残骸が散らかっており、まるで一度も掃除したことがないような状態。そして警察官がこの小屋を訪れたのは、この家に住んでいた7歳の少年の行方がわからなくなっていたため。豚小屋はそれほど広くはなく、少年が隠れるスペースはないように思えます。しかし、なんだ、不意に警察官が見つけたのは、豚の糞に紛れていた白い塊のような物体。次の瞬間、警察官は骨のようにも見えるその物体の正体に気がつき、戦慄するんです。もしかしてあの子はこの豚たちに食われたのか。豚の餌にされてしまった7歳の少年。少年はなぜそれほど無残な死を迎えることになってしまったのか。家族を調べるうちに浮き彫りとなった少年を映した地獄の記憶とは。おざっす。最近スチームオーブンレンジ買ってなんか肉めっちゃ焼いて雑に食べてるよ。ケンちゃんです。ホームベーカリーが欲しいパン職人のヤミヤミコです。なんで持ってねえのになんでパン職人名乗ったんだ。フランスパン2つ。会話しよう。欲しいの？欲しい。ホームベーカリーってもう家で焼きたてのパンってこれが一番美味しいじゃない、やっぱり。ホームベーカリーって本当にパンができるの？できるわよ。パン家で？うん。新しい世界を知った顔してたわね。本日ご紹介するのはアメリカのある家庭内で起こった残忍な殺人事件について。この家で暮らしていた7歳の少年はなんと家族によって豚の餌にされてしまうんです。どういうことっていう話ですよ。すぎる。なんでそれが思いつくんだろうというね。虐待してるね親にね、どんな理由があっても正当な理由ではないんですよ。この事件はですね、そんなことを再認識させてくれる事件なんです。そして実はこの事件が発覚したのは家庭内の別の騒動がきっかけだったんです。その日勃発した夫婦喧嘩は夫婦喧嘩と呼ぶには行き過ぎたものだったんです。少年が暮らした家。2015年11月25日、アメリカミズーリ州の自然豊かな都市カンザスシティ。この日、地元警察署に一本の通報が入りました。夫が銃を撃ってきたの、すぐに来て。警察が大急ぎで駆けつけた郊外のその家は、マイケル・ジョーンズとその妻ヘザー、7人の子供たちが暮らす大所帯。夫マイケルはカッとなりやすい性格で、夫婦喧嘩の末、妻のヘザーに銃を向けてしまったといいます。家の壁には弾痕が複数見受けられ、以前から家庭内で発砲があったことは明白。2人の夫婦関係は誰の目にも異様なものでした。ただ実は警察にはマイケルとヘザーの夫婦喧嘩よりもさらに気になることがあったんです。ひどいな。夫婦の家の中は散らかり放題で足の踏み場もない状態。殺素剤やネズミの死骸、カビだらけの食べ物の雑誌などがそこかしこに散らばっており、とても子供7人を育てている家とは思えなかったんです。嫌な予感を覚えた警察はこの家に暮らす子供たちの様子を伺うことに。すると両親に呼ばれた子供たちは警察の前に姿を現しますが、すいません、お子さんは6人で間違いないでしょうか。そう、この家には子供が7人いるはずが、なぜか残りの1人が一向に姿を見せないんです。もしかして、全身があざだらけでもどうもごまかしきれずに警察に見せられるような状態じゃなかったとかじゃない？実はね、事態はそれよりももっと深刻だったんです。警察の前に姿を見せなかったのはこの家で唯一の男の子のエイドリアン。警察は両親に彼の居場所を尋ねるんですが、父親のマイケルも母親のヘザーもなぜか要領を得ない返事を繰り返すんです。エイドリアンはどこにいるかわからなくて。何かをごまかすかのように目をそらしてうつむく母ヘザー。彼女のその様子に違和感を覚えた警察はさらにエイドリアンがいなくなった状況を追求します。わからないってどういうことですか？一体いつから？すると父マイケルから返ってきたのは自分の子に対するものとは到底思えない言葉でした。多分数ヶ月くらい前だったかと。なんとマイケルは自分の息子がいなくなった時期さえ正確に把握していませんでした。その言葉で事情を察した警察は直ちに敷地内を捜査すると、息子のエイドリアンはこの家の豚小屋の中から変わり果てた姿で発見されるんです。発見された遺骨は全て集めても小さな袋に入ってしまうくらい粉々の状態で小屋の底かしこに散らばっていました。両親と息子のエイドリアンの間に一体何があったのか。警察に事情を問われた母ヘザーは彼と過ごした日々のことを少しずつ語り始めるんです。エイドリアンはとても手のかかる子だったんです。
2012年、それはまだエイドリアンが4歳だった頃。エイドリアン、またおねしょをしたの？するのはいいけど、ちゃんと報告して。母ヘザーはベッドから汚れたシーツを剥がしながらエイドリアンを叱りますが、エイドリアン選手、ここでシュート！ヘザーの話を聞こうともせず、持っていたボールを蹴り上げたエイドリアン。すると壁に当たって跳ね返ったボールは妹にぶつかりそうになり、母ヘザーはより一層語気を荒げます。やめなさい。怪我したらどうするの？ヘザーが大きな声で怒鳴ると走って部屋の外へ逃げていくエイドリアン。その後ろ姿を見送るとヘザーは疲れ切った様子でため息を漏らしました。もう限界。そうやってエイドリアンのやんちゃぶりにうんざりしていた母ヘザーですが、彼女がエイドリアンを煩わしく思ってしまう理由はそれだけではありません。実のところエイドリアンは夫マイケルと前の妻の子、母ヘザーは血のつながりのないエイドリアンのことをどうしても可愛く思えない部分があったんです。ただヘザーはエイドリアンに手を焼くたび自分にこう言い聞かせていました。あの子が悪いんじゃないわ。あの子をあんな風にしてしまった前の奥さんがいけないのよ。そう、父マイケルにエイドリアンの親権が移ったのは実の母が親として不適切とみなされたため。エイドリアンは実の母からの虐待で PTSD を患っており、多少の問題行動は仕方のない状態だったとも言えるんです。なるほど。つまりお子さんは精神疾患の関係で自制心に欠けるところがあり、厳しく叱らねばならないこともあったと。それにしても夫のマイケルさんはお子さんにたびたび暴力を振るっていたようですが、母ヘザーがエイドリアンとの関係性を話し終えるとそう聞き返した警察官。そう、父マイケルは以前エイドリアンへの体罰を通報されていたことがあったんです。そうよね。ヘザーもエイドリアンのことは煩わしく思ってたんだろうけど、それよりもやばいのは夫のマイケルの方よ。だって喧嘩するだけで発砲とかしちゃうやばいやつよ。このね、マイケルの性格を考えるとね、虐待させることも十分あったんじゃないかって思っちゃいますよね。エイドリアンへの体罰を通報された際、父マイケルはその理由を次のように説明しています。他の子供たちにちょっかいを出して泣かせる、食べ物を盗み食いする、遊び半分で物を燃やす、自分の傷口をほじくって悪化させる。児童相談所のスタッフはその事情を聞き、在宅支援で様子を見るのが適切だと判断するんです。在宅支援とは、基本は両親が面倒を見ながらも必要があれば児童相談所が指導をするというもの。つまり父マイケルからエイドリアンへの暴力は仕方のない部分もあり、引き続き家族と暮らすのがいいと考えられていたんです。そんな暮らしの中起こってしまったのが、豚小屋からエイドリアンの遺骨が発見される悲劇でした。許してください。本当は止めたかった。でも私マイケルには逆らえなくて。ヘザー自身、夫のマイケルから暴力を振るわれることは日常茶飯事。彼女は何度もマイケルとの離婚を考え、一時は彼と別居したこともありました。しかし何度そう思い立っても結局は子供たちのことが頭をよぎり、最後はいつもこの家に戻ってきていたんです。あの家に私やエイドリアンを守ってくれる存在はどこにもいなかったの。こうしてエイドリアンの遺体が発見されたのと同日の2014年11月26日、父マイケルと母ヘザーは逮捕されることに。そしてこの時警察は思いもしていませんでした。涙ながらにエイドリアンの死について語ったヘザーがとんでもない本性を隠し持っているなどとは。ヘザーが何か嘘ついてるってこと？いやだってどう見たってやばいのは夫のマイケルの方じゃない？実はね、ヘザーはある意味では夫のマイケルよりもずっとやばいやつだったんですよ。怖っ。地獄の記録。さあ始めましょうか。父マイケル、母ヘザーが逮捕された後、自宅でパソコンに向かっていたその女性は夫婦に家を貸していた大家のジェニファー。彼女はヘザーと親密にしており、逮捕に際してある頼み事をされていたんです。その頼み事とは iCloud に保存していた子供たちの写真をダウンロードして持ってきてほしいというもの。しばらくお子さんの顔が見れないでしょうからね。寂しげにそう漏らした大家のジェニファー。彼女自身4人の子供の母親だったため、こう思うヘザーの気持ちには痛いくらい共感できたんです。そして大量の画像や動画を保存し終わったその時、終わったみたいね。一応データを確認した方がいいかしら。そう言って何気なく画像ファイルの一つを開いたジェニファー。次の瞬間、彼女はパソコン画面を前に凍りつきました。これは何？大家のジェニファーが見つめる画面に映し出されたもの。それは全身あざだらけのエイドリアンの姿。骸骨のように痩せこけ、目がくぼみ落ちたその姿は、ジェニファーの知る元気いっぱいのエイドリアンとはまるでかけ離れていました。何より不可解だったのは、虐待の主犯とされていた父マイケルではなく、母親のヘザーがその様子を写真に収め保存していた構造。記録残しておいて、なんか証拠として警察に見せるためとかに撮っておいたってことじゃないの？子供のためにね、涙を流していたヘザーのことなんで、普通はそう思いますよね。ただこの後、次々と見つかった画像や動画は、ただ緊急時に備えてとは到底思えないものだったんです。
その後もヘザーから依頼されたデータの中身を確認していった大家のジェニファー。その内容は口にするのもはばかられるものばかりでした。スタンガンを何度も当てられる姿、真冬に汚れたプールに入ることを強要され、首まで浸かった状態で真っ青になっている姿、まるで動物に餌を与えるかのようにボウルの中から食べ物を食べさせられている姿、この他上に耐えかねて冷蔵庫を開いた際にアラームが鳴って見つかり体罰を加えられるシーンを撮影したものなども。そして数々の虐待の中でも特にひどかったのは、過去に CIA がテロリスト相手に用いたことで物議を醸したストレスポジションによるものでした。いや、ほんとヘザ何のためにこんな撮影してたわけ？マイケルをヘザ止めようとしてたって話は嘘だった？お察しの通りなんです。エイドリアンがね、どれほどの苦痛を味わったかを皆さんにも知っていただくためにも、虐待の内容を詳しく見ていきたいと思います。というわけで、本日のメトラキーワード、ストレスポジションについて。ストレスポジションとは、特定の筋肉だけに負荷がかかる体勢を取らせる拷問。例えば空気椅子の状態で前かがみになり、太ももの筋肉だけに負荷がかかるような状態を長時間強いられるものなどを指します。2001年にはグアンタナモ湾収容キャンプで捕まえたテロリスト相手に CIA が用いていたとされ、物議を醸しました。このうちエイドリアンが課されていたのは、万歳の姿勢を長時間維持するもの、上腕にじわじわと負荷がかかり、ひどい場合は筋組織の損傷を引き起こす見た目以上にひどい拷問なんです。こうして王やジェニファーによって明らかになった両親のエイドリアンへの仕打ちの数々。あの時のカメラはそういうことだったのね。多くの画像や動画を目にした王やジェニファーは、以前夫婦の元を訪れた際のことを思い返していました。彼女はその時、夫婦の家の入り口付近に仕掛けられていた監視カメラが気になっていたのですが、あくまでそれは防犯用だと思っていたんです。しかし実際のところ、そのカメラはエイドリアンを監視するためのもの。家の中には30台ものカメラが仕掛けられており、エイドリアンは何か粗相をするたびに両親から責め立てられていたんです。本当は止めたかった。でも私マイケルには逆らえなくて。母ヘザーのその言葉を覆すかのように、映像の中には父マイケルだけではなく、彼女が虐待を楽しむ姿も確かに収められていました。そしてあろうことか、母ヘザーはそうした虐待の様子を何度も Facebook に投稿。しかし閲覧したユーザーから何か反応があることはなく、大家のジェニファーがこうして確認するまで、ヘザーの底知れぬ悪意はひた隠しになっていたんです。いや、ヘザーがね、子供のことを思うとって言って泣いてたところからの落差がさ、凄まじすぎて、もう何信じたらいいか、ほんとひどすぎるよ。こうしてね、到底人間のやることとは思えない虐待で弱っていったエイドリアン。彼の最後もまた悲惨と言わざるを得ないものだったんです。時は遡り、エイドリアンが死を迎える数日前のこと。母ヘザーはその日、大きなベニヤ板を前に何やら自撮りをしていました。よく撮れてるわ。一見すると何のための自撮りかわからないその写真ですが、真意はそのベニヤ板の裏側にありました。母ヘザーが背景に撮影したそのベニヤ板は、自宅のシャワー室の入り口を塞ぐように取り付けられたもの。その中には、そう、エイドリアンが監禁されているんです。シャワー室内には監視カメラが仕掛けられており、閉じ込められたエイドリアンの姿がしっかりと撮影されていました。手足を縛られたエイドリアンはベニヤ板をどうにか食い破ろうとし、唇が血まみれの状態。そして日に日に衰弱していく彼の姿を観察しながら、母ヘザーはまた Facebook への投稿を行います。もう少し経ったら豚に餌をあげなくちゃいけないかも。エイドリアンがシャワー室内で餓死したのはそれから数日後のこと。もう死んじゃう。シャワー室内から聞こえてきた彼の最後の言葉を聞いた母ヘザーは吐き捨てるようにこう言いました。ざまあみろ。そしてそれはシャワー室からエイドリアンの反応がなくなって2週間後のこと。さて、そろそろやるか。早く済ませましょう。もう臭くてたまらない。その日、自宅シャワー室の前でそう会話をしていた夫婦。散らかり放題で悪臭の漂う環境に慣れているはずの夫婦も、そこに漂う匂いには耐えられずにいた。そして長く封印されていたシャワー室のベニヤ板が外されると、そこでは黒ずんだ塊が凄まじい匂いを放っていた。こんなの本当に食べるの？普通は無理だ。だから数日餌をやらずに放置したんだろう。そう、夫婦はこの数日前に子豚を数匹購入したばかりだった。そしてシャワー室の物体を運び出し、数日間餌を与えていない豚たちの前にそれを放り出した夫婦。空腹に耐えかねた豚たちは、そのフラン死体を貪るように食べ始めた。夫婦はエイドリアンが亡くなっても彼の遺体を気にすることもありませんでした。しかし数日放置され腐敗し始めた遺体はとてつもない悪臭を放つように、夫婦はそうなって初めて息子の遺体の処理に動いたんです。自分たちの子供なのに信じられない。ほんとまるでゴミみたいな扱いするじゃない。最初にね、話した通り、子供を虐待する親にね、どんな理由があったとしても、それは正当化されるものじゃないんですよね。というか、そういう可能性があるような人って、そもそも子供をね、産まないって責任もあると思うんですよね。そういう劣悪な環境に自分の子供を産んでしまう可能性があるときにね、無責任な行為とかね、いろんなこと含めて、本当にしょうもない親だなって思いますよ、これは。
エイドリアンの死から約2年後の2017年5月、第1級殺人で有罪となった父マイケル、母ヘザーに下された刑は終身刑。そしてこの件については虐待の通報が何度もあったにもかかわらず、エイドリアンを保護しなかった児童相談所の体制も問題視されました。その反響から2018年にミズーリ州で可決された法案がエイドリアン法。その内容は虐待やネグレクトの疑いがある子供に対し、児童相談所による家族の監視を義務付けるもの。このように事件の教訓が生かされ、心ない保護者からの仕打ちを受ける子供たちが一人でも多く救われることを願ってやみません。